1958年、神戸を出港しました。私は日本からこっち来るときに、英語は大丈夫って自信持ってきたけど、やっぱり授業を受け出すと、医学用語とかやると、やっぱり違いますよね。だから、やっぱり人一倍勉強しないと、私はもう4年で日本に帰るって親に約束してるから、絶対合格しないとダメなんですよね。だから、一応、真面目に勉強することはしたと思います。あの時代はステート・レジスター・ナースっていう資格取るんですね。今名前が変わりますね。RGN とか言って。3年勉強して国家試験受けるわけですね。で、それであと1年病院に残ってスタッフナースとして働くと、キンスコレッジホスピタルのナーシングバッジがもらえるわけ。だから2つね、ステートレジスター合格すればそれいただいて、で、残ったらグリーンのこのバッジだ。今の看護学の制度は違って、昔は寮に入らないといけないわけ。だから寮に住んでると、やっぱり親しくなるわけね。その勤務が終わったり勉強が終わったり一緒に行動したり一緒に楽しんだり一緒に悲しい時は一緒にそういうこともあるし、夜勤しながらでも朝勤務終わって食事に行くのね。それブレックファストじゃなくてディナーよ。その後寝るわけでしょ。でもすぐに寝られないわけという授業があったから。別の話だけど、例えば最初1959年病棟に行くでしょ。そして患者さんにそしたら男性の人に「Oh, nurse, where are you from?」っていうか「Oh, I'm from Japan」っていう。Oh, right. He said, my brother was killed. 私が来る前からリー先生に教えてもらったのは Just remember, when you go to England, you are going to be ambassador of Japan. Whatever you do, they judge Japan by your actions. So just remember that. それいつも私は覚えてて、で、そういうふうにこの男性の患者さんが言われた時です。まず、I'm very sorry about it. I was only 7 years old. But I said, I'd like to tell you that a lot of Japanese people also suffered and died, especially the atomic bomb. And I said, I know one person now who was only 13 years old when he was in Hiroshima. And he saw this, you call it a flash, and now he was about 20, say 24, and he's still suffering because he gets bleeding his gum. それをはっきり言うたらこの人、Oh, I didn't realize that. っていう。で、それで話終わって、で、その次の日来たら、Nurse, nurse, でも笑顔で、Come here, I've got something for you 言うたりね。いろんなこと勉強して、で、今も、その同級生の人、久しぶりにしてる友達によくしてくださったし、先生方も親切だった。苦労したって言っても楽しい苦労。